おはようございます。たかしです。本日は3月5日火曜日、ただいま9時7分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日は強めの上昇をしてきております。先週金曜、そして月曜と強く上昇してきてますね。それまでが結構下落しておりましたので、その巻き返しが起こった感じですね。現在は直近高値付近にありますので、ここでのダブルトップっていうところも意識しておきたいんですが、ストキャスティクスまだ上昇中ですので、基本的にはこの高値を上抜けていく可能性は高いと考えてます。そして、ここを上抜けてくると、最終的には以前から言ってます195円付近、このあたりがターゲットになってきますので、その辺まで上げていくのかなと。ただ、そこに到達するのは結構先の話になるかもしれませんので、当然そこまでの間でジグザグと上昇していきますので、その下がったところの押し目を拾っていくっていう、そんな感じですね。現在はまずここでのダブルトップを意識しておくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足はこのオレンジのトレンドラインを下抜けてきましたので、ここからの下落の可能性も考えておりました。GMMA の青帯の下に入って、そのちょうど GMMA 付近で上値を抑えられておりました。ただ、この付近のローソク足見ていただければわかりますが、結構長い下髭を出しているんですね。ですので、ここ、いかにも上昇しそうな、そんな形にも見えますので、結果的にはやっぱり上抜けてきたというところですね。ただ、先ほど日足でも言いましたように、直近ではここでダブルトップも意識できますので、そろそろ天井も近い可能性は考えておきたいです。ただ、基本的には上昇トレンド中ですので、ダブルトップで下落するというよりは、当然上抜けてくる可能性の方が高いとは思ってますが、上抜けだと見せかけて下落していくっていうこともありますので、騙しにはご注意ください。4時間足ストキャスティクスは高値圏にありますので、やはり一度 GMMA の青帯付近まで下落をしてから再上昇になるのか、それともダブルトップになって下落して深めの押しをつけてから再び下落していくのかというのが現在のところイメージができます。では1時間足です。1時間足を見ていても GMMA の青帯上向きですので上昇トレンド中です。トレンドをつけて現在上昇中。ただ直近の高値付近まで来ておりますので、そろそろ一旦調整の下落をしそうな、そんな雰囲気も感じます。4時間足のストキャスティクスは高値圏、ただ1時間足のストキャスティクスはそろそろ安値圏に入りそうになってきてますよね。昨日の夜中からじりじりと調整の下落をしております。それに伴ってストキャスティクスもだんだんと下げてきてますので、ストキャスティクスが安値圏に入ると再び上昇していく可能性がありますので、その場合は直近の高値ですね、191.321、このあたりを目指してくると考えます。ただここまで上昇してくると先ほど4時間足とか日足で言っていたダブルトップが意識されるところにはなってきますし、もちろん現在地付近でダブルトップが意識されるってことはありますので、当然乱高下がしやすくなる、急騰したと思ったら急落してみたいなことが起こりやすいところにはありますので、その辺はご注意ください。基本は GMMA の青帯ぐらいまで戻してきて、そこからの上昇の流れを見ておくと分かりやすい上昇トレンドになりますので、その理想の動きをするのであればそこについていくのにはいいんですが、何分かなりの高値圏にありますので、当然大きく下落する可能性もありますので、そこはご注意ください。では次はドル円を見ていきましょう。まずは日足からです。こちらも152円、この直近の高値 151.9 付近をターゲットと考えておりますが、今はその手前でなかなかに上げ渋っている、ずーっと横向きの動きですよね。ここのところずっとレンジなんですよね。ですのでまずはこのレンジを抜ける方についていく。インジケーターは方向感なく動いてます。ただ MACD が弱いので、もしかすると一度 GMMA の青帯付近までストンと下落してくるかもしれません。その場合は149円ぐらいまで下落することになりますので、上方向で考えている方はその辺には注意が必要ですね。基本的には GMMA の青帯上向きで上昇トレンド中ですので、下がったところから買っていく押し目買いでもいいと思いますが、やはり高値圏にありますので、上がったところは売られやすくなりますし、151円付近っていうのは今までもずっとかなり上値が重いので、151円ぐらいに引きつけてそこからの下落方向へのトレードっていうのもあり
りだと思います。では4時間足です。4時間足はこの黄色のボックスの中、大枠ではこういう動き方をしておりますので、下限付近 149.7 付近に来ればそこからの上昇、そして 150.8 付近まで上がってくればそこからの下落をイメージしておきたいです。直近ではここ高値を切り下げ、安値を切り上げてますよね。つまり三角持ち合いになっております。こんな感じですよね。安値を切り上げて、そして高値を切り下げている、こんな感じの三角持ち合いが描けますので、まずはこれを抜けた方についていくですが、大枠ではこの黄色のボックスを考えておりますので、上がったところから売っていく、下がったところから買っていくっていう考え方ですね。今三角持ち合いかなり先端付近に来ておりますので、かなり分かりにくい動きをしているので、まずは抜けるのを待つのが良さそうです。では1時間足です。1時間足にも先ほどの4時間足の三角持ち合いを描いているんですが、かなり先端付近ですよね。上抜ければ一旦は黄色のボックス上限 150.8 付近、下抜ければ黄色のボックス下限 149.7 か8付近、そのあたりまで下落していくと考えます。ただ日足の GMMA 付近まで下落するのであれば、このあたりですね、149円付近まで下落していきますので、もしかするとそこまでの大きな下落っていうのが起こってくるかもしれませんので、三角持ち合いを下抜けた場合はそこへの下落の期待値は高まりますが、基本的には上位足は上昇トレンド中ですので、そこはお忘れのないようにお願いします。ただ上抜けた場合も直近高値151円付近っていうのはかなり意識されている、過去からずっと意識されているポイントですので、上抜けたからといってどんどん上昇していけるかっていうと、そこも少し怪しいですので、あんまりどんどん上昇するというイメージは持たない。なので上抜けた場合は短くトレードをするっていう感じですね。まずはこの大枠での黄色のボックスを上抜け下抜けするまでは、現在は分かりにくい動きをしがちですので、あまり積極的にトレードをしていくような通貨ペアではないと思いますので、普段からドル円のみをトレードされている方は別の通貨ペアを見ていくっていうこともいいと思いますし、もしドル円だけでトレードされるのであれば、今は一旦様子見の方がいいのかなと。少なくともこの三角持ち合いを抜けてくるまでは様子見がいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。先週の週末動画は月足の分析になります。月足分析の動画は人気がありますので、良ければ一度ご覧ください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今がお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。